今日はね、新しい靴を作り始めます。しっかりした作りになりました。はい、どうもこんにちは。今日はね、新しい靴を作り始めます。やっと準備が終わりました。渡るの靴をね、やっていきます。で、今日はこのミシンを使ってアッパーを作っていくんですけど、アッパーの革はこういう感じの茶色い革を使います。ちょっとね、オイルを含んだ感じの茶色、焦げ茶と赤茶の中間みたいな、そんな色合いの革です。アッパーの革がありますね。これが後ろの方のパーツで、これが前のパーツですね。で、結構ムラ感もある感じの革で、見てもらうと分かるんですけど、色が濃かったり薄かったりね、若干のムラ感があります。で、これがライニングですね。それとこれがビーディング、履き口の補強の革で、この辺がね、紐の穴の補強の革ですね。まずはね、この革の断面が今結構ケバケバしてたり、色がね茶色くないので、これを塗っていきます。アッパーはですね、この部分はね、今回はあえてこの紐の穴のところを別パーツにしてみたので、これを貼り合わせます。なんとなくなんですよ、こうやって別パーツになっている方が強そうというか、しっかり堅牢なイメージが少しあるので、今回別パーツでいきます。で、このパーツの裏側には補強を貼っときます。この羽のパーツを縫い付けます。次はこのカウンターパーツを縫い割ります。靴のお尻になる部分です。今この縫ったやつを叩いて開きます。よいしょ。こんな感じに丸くなりまして、このカウンターパーツに補強の縫いをかけます。こんな感じで裏に補強のテープを貼って、そこにこうやってね、縫いをかけているので、これでかかとの部分はしっかりした作りになりました。これはですね、左右の色味がちょっと違って、結構好きですね、こういう感じ。渡るはどうかな。今ね、作ったビーディングをこの履き口のところ、この部分ですね、ここに貼っていきます。今ビーディングを貼ったやつをライニングとまたね、貼り合わせます。最初にね、この辺を貼るんですけど、その後はね、この辺は曲げながら貼っていくんですよね。靴になるとこういうパーツになるので、そうなるように貼ります。
で今回は外ハトメでいくので、このアンティーク色のハトメを入れていきます。こんな感じですね。こんな感じで後ろのパーツができたので、次はね、前のパーツ、バンプパーツ、これは手縫いをします。このパーツちょっとね、こんな感じに穴を開けてあるんですけど、これはスキンステッチじゃなくて一応裏にまで貫通してる穴です。こう U にセンターがついた Y の字のデザインで穴を開けました。一応これはこんな感じで、この曲がった針に糸をつけて裏から出します。そしたらまた裏から入れて、でグッと引き締めます。はい、できました。裏を見るとこんな感じでね、縫ったところがつままれてへこんでますね。で縫うとこう皮がギュッと圧縮されて、少しこう変形して、こんな感じでね、グニャンと曲がります。最後はこの缶止を手縫いします。というわけでアッパーが完成しました。なかなか悪くないんじゃないでしょうか。ちょっとこのラフな感じなオイルの皮がいい感じの雰囲気を出してますね。デザイン自体は結構シンプルで、かかとがこんな感じになってて、外羽で穴が4つで、前が Y 字にステッチが入ってますね。このステッチ結構表情がいい感じに縫えました。ここにはアンティーク色のハトメをつけて、でここかかとはね、これねドッグテイルって言います。犬の尻尾みたいな、こういう補強ですね。こう縫い割って補強するっていうやり方です。でその皮の取り場所によって若干色味が違うので、こうパーツによってね、少しね、これが薄くてこれが濃いみたいなね、そういうことが起きてるんですけど、その雰囲気が結構気に入ってます。なんていうかラギッドな印象、力強い感じの印象になりました。はい、というわけでモリジンの渡るの靴を作っていきます。アッパー制作が終わりました。なんていうかね、これ日々上達してると思うんですけど、全然ねアッパー制作のスピードがね上がっていかないんですよ。
上達するとともに何ていうかアッパーを作り込むようになってきたというか凝るようになってきて、スピードが速まるどころか余計時間かかるようになってるんですよね最近。今回はねそんなに凝ったアッパーというわけでもないんですけど、かなり予想より大幅に時間がかかってしまいましたが、これは渡るも文句ないでしょう早く完成させてギャフンと言わせたいですね。じゃあ今日はこんな感じでアッパー制作をしました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。